どうぞおいしい。Hello everyone! サニーブログです。本日もオーストラリアはサンシャインコーストよりお送りいたします。本日も天気はいいが風が強いサンシャインコーストでございます。皆さんバブカってご存知ですか？今ニューヨークで大人気のチョコレートやシナモン、それからフルーツなどを入れたお菓子パンでございます。本日はですね、そのバブカを作りますよ。ただしただのバブカではございません。ゆいちゃんが遊びに来ましたよ。おはよう。実はですね、私たちオーストラリアでお味噌屋さんをやっております。そんなわけでですね、本日はチョコレート入りバブカ with お味噌でございます。日本語で言いますとお味噌入りチョコレートマーブルパンでございます。なぜですね、わざわざチョコレートにお味噌を入れるのかと言いますと、お味噌とチョコレート実はすごく相性がいいんですね。お味噌のナッツの風味とですね、うまみとそしてチョコレートの甘みが見事なハーモニーを醸し出すのでございます。おやつやお土産に抜群のお味噌チョコレートバブカ。それでは早速作ってみましょう。本日ですね、私ぎっくり腰でございます。昨日なんでか洋服をこう畳んでいたところ急になりましたよ、グキッと。それからですね、私の動きはロボットのようでございます。というわけでですね、少し、行動がおかしいかもしれませんけれども、それはぎっくり腰のせいでございます。それでは早速作っていきましょう。人肌程度の温かいお水4分の1カップにイースト 3g を入れます。それから蜂蜜 12.5g。 こちらはご近所のキャシーさんの家からもらったハニーでございます。新鮮なハニー、いい香り。キャシーさん家の蜂蜜がないよという方は普通の蜂蜜を使ってください。やっぱりオーストラリアの蜂蜜と日本の蜂蜜ちょっと味が違うのでございます。こちらを5分から10分放置してイーストをアクティベートしている間にバターを溶かします。こちらは私たちが大好きなバター。めんどくさがりの私はですね、今使うバターと後で使うバター全部一緒くたに溶かしております。大さじ1と2分の1。はい、このぐらい溶けたら火を止めて、あとは余熱で溶かしていきます。焦げ防止でございます。その間にイーストちゃんがブクブクしております。そこにバター大さじ2分の1入れます。お次は卵1でございます。これはコンポストです。はい、なぜだか小さい器に卵を入れて、そしてなぜだかお箸で溶いております。時間がかかりました。溶いた卵2分の1を加えます。実は2分の1以上入ってしまいましたが気にしません。それからお塩を小さじ4分の1、こちらを入れてまたお箸で混ぜます。こちらを大きなボウルに移し替えます。もともと大きなボウルで全部を加えたらよかったんでしょうかね。それから小麦粉を加えていきます。小麦粉は 250g、 半分ぐらい入れたら1回お箸で混ぜます。もちろんお箸でなくても OK でございます。それからもう1回小麦粉を加えて、そしてまたお箸で混ぜます。それから 4,5 分愛情たっぷり込めてこねます。
腰が練ってると腰が練るたびに腰が痛いぞ。これはだいぶいい感じになってきましたよ。ほら、でももうちょっとかな。なんせ腰が痛いから今日は大変だこれ。よいしょ。パン焼き器もあるんですけれども、今日は自力でやろうなんて思ったもんだから腰が痛いな。こりゃ頑張ります。今日はですね、ハニーを練り込んでいるので蜂蜜のいい匂いがします。この練り具合なんですけれども、友人のプロのベーカーの方に聞きました。その方も日本人なんですけれどもね、オーストラリアですごく美味しいパンを売ってくれているんですけれども、彼女によるとやっぱりオーストラリアの小麦粉は日本の小麦粉と違うので難しいということです。分量が全然違ってくると言ってました。それからですね、夏とか冬とか、あと湿気なんかにもよって生地の状態が変わってくるそうです。プロですね。オーストラリアの小麦粉、どのぐらいの分量の水でやったらいいんでしょうかと、あとどのぐらいの時間練ってればいいんだと、そして発酵してればいいんだと聞きました。それは一概に答えられないと、時々によって生地の様子を見てですね、そして彼女は発酵の時間とか水の分量とか書いてるそうです。はい、結局ですね、30分ぐらいこねておりました。なんか腰の調子もちょっと良くなった。そんなわけでこんなツルツルのパン生地ができましたよ。それではこれを、1時間から2時間休ませてあげたいと思います。ボウルに入れて蓋をしておきます。これで1時間から2時間。オーストラリア、今冬で寒いので30度ぐらいに設定したオーブンに生地を入れておきました。そして2時間後でございます。膨らんでおります。わーお、すごい。ちょっと柔らかかったな。綺麗に膨らんでおります。このパン生地の柔らかさ、皆さんも好きですか？私大好きなんでございます。ずっとコネコネしていたいこの柔らかい食感、触る方の食感でございます。そして適当な薄さに広げたら、それを三つ折りにして、さらにそれを三つ折りにいたします。これでですね、ラップして、エコラップちょっと破れてるけど、これでくるんでですね、冷蔵庫に入れて30分休ませます。こちらのラップですね、ミツバシさんたちのローからできております。ミツローラップでございます。これは繰り返し使えるのでエコでございますよ。そしてね、水洗いもできるし、手の温度で溶かして形を成形できるのでとても便利でございます。5、6年前に買ったミツローラップ、まだ使っております。長持ちです。はい、お次はチョコレートペースト作りでございます。弱火をつけまして、ビターチョコレート 40g、 そしてココナッツシュガー 15g、 それから白味噌大さじ4分の3でございます。シナモンパウダー小さじ2分の1、焦げつかないように超マッハで混ぜていきます。マッハでございます。火を止めます。止めました。火を止めても焦げつきやすいので超マッハで混ぜ続けます。美味しそう。ちょっと舐めてみよう。実は極度の猫舌の私、いつも味見がおっかなびっくりなのです。美味しい。味噌とチョコレートがめちゃくちゃよく合っている。
まだまだお鍋が温かいので油断大敵。超マッハで混ぜ続けましょう。チョコレートソース出来上がり。溶かしバターを型に塗ります。バターですね、固形のままなすりつけることもあるんですけれども、今回は溶かしバターを作っておいたので型に塗るのも楽ちんでございます。 OK、 30分経ちました。冷蔵庫に入れておいた生地を1センチぐらいの薄さまで伸ばしていきます。残りのバターを胴に塗ってチョコレートを塗っていきます。チョコレートがいつの間にかカチンコチンになっておりましたので、さっと超弱火で温めました。これを生地の表面に塗っていきます。美味しそう、いい香りや。そしたらロールアップです。そして口を閉じる。ギュッギュッと押しつぶすように口を閉じていきます。楽しいなパン作り。はい、餃子みたいな仕上がりでございます。そしたらですね、これを半分に切ります。緊張の一瞬、うまく切れるか。そしたらこれを X にX でございます。X にしてこれを巻き巻きしていきます。いい感じ。はい、中尾明さんの首巻きのようにねじねじしましたよ。そしてこれをですね、型に入れます。この端っこはくるっとします。入るかな。じゃーん、バッチリでございます。わあ、すでに美味しそう。これでまたあと30分発酵させます。はい、30分経ちました。それではこれを180度のオーブンで30分焼きたいと思います。楽しみや。これは美味しそう。できました。めちゃくちゃ美味しそう。これめちゃくちゃいい香りがします。早速食べてみたいと思います。切ってみます。真ん中いっちゃおう。じゃーん、大成功。めちゃくちゃ美味しそうや。これはえらいこっちゃ。よいしょ。ちょっとこの切れ端いただきます。いただきます。美味しい。甘すぎない。クランチー。外側クランチーです。今日はすごく発酵させたから中ふわふわ。美味しい。めちゃくちゃ美味しい。お菓子パンというよりもお惣菜パンに近い。美味しい。これ全部食べれちゃうぐらい美味しいな。お味噌の旨味とチョコレートの甘みがよく合う。いただきます。どうぞ。
それで、よかったねチョコがね、うんちょっと市販のやつとやっぱ違う。生チョコみたいな感じの。へえさすがシェフのご意見でございます。パンもね、外は結構サクサクして。なんか違うウッドやつと。やったー、大成功でございます。美味しい。また食べたい？まず食べたい。やったー、さすが相棒プロのシェフでございます。今回ですね、私チョコレートに何かを入れたことは内緒にしておりました。ですが相棒見抜いておりましたね。ただのチョコでないと言っておりました。うわー、さすがでございます。皆様もぜひとも、試してみてください。名前忘れちゃった。チョコレートパンサニーブラグではこのようにオーストラリアの生活のあれこれ、どんどん上げていきたいと思いますので、よろしければチャンネル登録と LIKE ボタン、そしてベルボタンをポチッと押しておいてください。それでは皆さん、また次回お会いいたしましょう。見てくれてありがとうございました。またねー。バイバイ See you next time。大成功、やったねー。美味しい。